やまさかこんなところにこんな空間が広がってるなんてすごいびっくりしましたアーティストの片山真理です。アーティストになりたい君へというお話をします。うちの母とか祖母がお裁縫が好きで、いつでもこう何かを作ってるような家だったんですね。かなり生活の一部になっていて、4歳とか5歳ぐらいから彼女たちがやっている行為を見よう見まねで始めたっていう。でそれはずっと続けてきていたんですけど、一番最初のきっかけはミクシーとかマイスペースの頃の時代、自分でプログラミングを覚えてこうページを作って、自分の作ったものとか書いたものとかを写真に撮ったりデータでアップしているうちに、こうどうしたらもっと人に伝わるんだろう、どうやったら自分が作りたいものとか伝えたいことを伝えればいいんだろうって考え出したのは13、14あたりかなと。でその後16歳の時に若手の登竜門と言われていた群馬青年ビエンナーレっていうコンペティションがあって、でそれで賞をいただいて、その時の審査員の方に「今日から君はアーティストだからね」って最初はすごく助けてもらいましたね。その言葉に生活の中で呼吸をするように自然だったことを許されたような。自分が人とどう違うかっていうことを認識して、人にはない強みみたいなものを知ることも絶対重要ですし、それを考える前にとにかくたくさんインプットすること。でも現代アートって現代に私たちが生きているから現代アートなわけだから、今をちゃんと生きること、それが重要かなと思うので、日々の生活で気になったり思ったことっていうのはなるべく書き留めたり残していこうっていうことをしたり、自然山とかに行ったらずっと木をずっと見てるとか、目の前にあるものをどう 100% 味わえるかみたいな、そこからじゃないかなって思いますね。作ることはみんな自由に好き勝手にやっていいと思うんですよね。ただそれをアートにするかってなった時に絶対他者が必要になってくる。自分の中で完結して自己満足とか趣味で作って私はアーティストよっていうのは成立しなくて、やっぱ他者だったり社会だったりそういう人たちがいてやっと初めてアートになるっていう存在だと思うから、変な話こびて人に褒められたり高いお金で買われたりアートシーンで評価を得られるならばいいと思うんですよ、こびても。けどやっぱアートってもう持久力なので、それをじゃああなた一生やってられるっていう話で、私はそれはやれない。やると多分病気になっちゃうストレスで私にしかできないこと、それを見出すって実はすっごい難しいと思うんですよ。作るしかない。作ってああ私ってこうなんだなとか、例えば文章もたくさん書くとかたくさん歌を歌うとか、なんかそういうふうに表現をたくさんしていかないと自分の輪郭って見えていかないので、やっとそれでああ私とあなたってこんなにこう違うんだねって、そこがスタートだと思うんですね。で違うんだったらもしかして寄せていこうって思ってもありだと思うんですよ。それはやっぱりマスに向けて伝わりやすくなるし、逆に尖りすぎると今度は伝わる人にしか伝わらなくなってしまうみたいな、そこのバランスはアーティストになる上ですごく重要かな。やっぱり行ったり来たりすること、私の場合は多分家の中ですごく細かい作業をする、お裁縫をしたり針と糸を使ったり絵を描いたり文章を書いたり考え事したりする思ってることと、外に出てプロジェクトをやって外に出ることのやっぱコントラストがあるので、その行ったり来たりなことが多分重要じゃないかなって、